販売枚数1万着突破。ジェッタ公認。オリジナル T シャツウェア。3分で注文可能です。OK です。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットの口です。本日のゲストはペンツ部の塗り壁コーチです。塗り壁コーチは千葉県船橋市にある宅トレで卓球台を借りてレッスンをしています。レッスンの詳細は概要欄をご確認ください。彼は塗り壁という YouTube チャンネルも運営しています。彼のチャンネルに興味がある方は概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマは塗り壁コーチが使う4つのレシーブ戦術について解説していきます。これはペンツブの方が対象になります。粒高の選手はレシーブに悩む場面が多いですよね。ロングサーブが苦手で相手のショートサーブに対しても活かせなずに悩んでいる。そういった方はこの動画を見ればどちらのサーブに対しても対応して粒高で効果的に相手を揺さぶることができます。粒高でのレシーブを上達させたい方は必見です。私たちはこの動画を30言語に翻訳し卓球で世界をつなげる活動をしています。卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。動画の感想やリクエストがあれば、ぜひコメント欄に記入してください。皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。では、塗り壁コーチのレッスンを見ていきましょう。こんにちは。ペンツブの塗り壁です。本日はペンツブの自分がいつも普段使っているレシーブ戦術4つ紹介したいと思います。1つ目は、ペンツブはロングが来やすいです。で、やっぱバックに下ロング、ナックロング来ると思うんですけど、今回は下ロングの場合で解説しています。ペンツブで下ロング来た時のレシーブ、ここ自分はですけど、まずやっぱ少し距離取ります。もうロングが多いなと思った時点で、自分はいつもより半歩下がります。どうしても前にいると詰まって落としてしまう、ふかしてしまうとありますので、半歩下がります。半歩下がってしっかりここの空間を作れる。まずこれが、戦術よりも自分が意識していることです。で、なおさら相手は下ロング出してくることは結構ふわっと浮かしてくれると思っていますので、ここでしっかり押し切れればボールは低く返りますので、そこからの展開はすごい作りやすいです。ここからフォアに行っても構いませんし、なので自分の戦術はちょっと下がってしっかり押し込む。これが一つ目の戦術となります。はい、じゃあ今度2つ目の戦術です。今度下ロングで言ったんですけど、今度上ロングもバリバリきますよね。自分の中で上ロング来た時は基本的にはフォアに返します。なぜかというと、勝手に切れてくれるので、基本的にやっぱ相手に起こしてほしいという展開になります。なので上ロング来た時はなるべくフォア側に止めるかもう出しちゃいます。大体かけてきたボールを次ブロックマッチする。どうしてもやっぱバック側に返してしまうとしっかり回り込まれてループかけられたりとかして相手がもうおそらく回り込みで待ってるとほぼ思ってますので、自分はもう上ロング早いの来たらフォアに早く返してあげて相手が飛びついたのを次浅く止める、または打ちに行くでもいいですけど、なるべく上ロングは僕はフォア側に返すことを意識してます。
よし。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 3つ目の戦術です。今度バックロングにいっぱい来たっていうことでフォア前もやっぱ来ます。自分はフォア前は正直打点遅れてもいいと思ってます。ペンツブはやっぱボールが打点落ちても触れるっていうメリットがあります。なのでフォア前の戦術はフォア前に来たら基本的にはバックに詰めます。そうするとやっぱ相手は回り込みづらいです。やっぱフォアに飛ばしてしまうと距離があるので足がある人はしっかりドキャーンと打たれて展開苦しくなっちゃいます。でもやっぱフォア前からバックに返すと距離は短いのでなるべくバック側に詰めてから次相手に入れさせてフォアに送る、フォア前の戦術、これは上回転でも下回転でも僕はもうバックに詰めていきますので浮いてでも何でもいいのでバック側に詰める、これが自分のレシーブ戦術となります。いいね。いいね。2面を使ったレシーブ戦術、こちらは横回転来た時は結構自分は使うようにしてます。やっぱ順横系使ってくる方など巻き込み使ってくる方いますけど、特に順横系使ってくる方に関しては、バックにやっぱレシーブ行きがちですよね。それをしっかりレシーブをバック側に長めに送ってあげる。で、相手を見てですけど、やっぱいいレシーブを送れば相手は詰まるか乗せてきます。それを裏面でしっかり待つようにします。
ああ海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。